ちょっと良くないかもしれない。あんまやるとモケットの夜、あんまやるとね、はい、皆さんこんにちは。車の大自然カッカシヌピーです。皆さんこちらを覚えていますでしょうか？そうなんです。こちらはアイリスオーヤマのリンサークリーナーですね。RNS300 っていう1万円で購入できるリンサークリーナーなんですよ。これはね、1年前に実際に使って動画も公開しております。使いやすさとか僕はこうだったっていうのをその動画の最後にまとめとして言ってるんですよ。その内容がコンパクトで使いやすいっていうのと、1万円っていうのは安いけど、このリンサークリーナー、この水を出すんですよ。で、僕もいろんなリンサークリーナー使ったことあるんですが、これは手動なんです。他のやつはずっと自動だったんですよ。自動っていうのはこのレバーを引くなり押すなりすると水が自動でビーッとこう出てくるタイプね。けどこれはスプレーみたいな感じでプッシュしないといけないんですよ。これがちょっと面倒くさいな、疲れちゃうなっていうお話をしたんですよ。これがまあ1万3000円1万5000円になってでも僕は自動がいいなっていう話をしました。そしたらなんとこちら自動タイプのリンサークリーナーがアイリスオーヤマから登場しました。僕が言ったからっていうわけではないんだけども、価格が1万5000円から6000円ぐらいかな。これが RNS-P10W ってやつですね。ちなみにね、この RNS300 この手動タイプの方は定価1万円なんだけども、今もう6000円から7000円ぐらいで売られてますね。ちょっと調べてみてください。ちょっとどんな感じかもわからないので開けていきますか。じゃん。あ、なんか全然違うね。僕いろんなリンサー、ビッセルってやつとケルヒャーを使ったんですよ。ビッセルはまだ小ぶりで良かったんだけど、ケルヒャーとかね、めちゃめちゃでかい。車とかで使うには結構ね、場所取ったりして重いんですよ。その辺ね、ちょっと面倒くさいなって思ってたんだけども、こんなね、簡易的なものが出るとは思わなかったですよ。じゃ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 ーん。重さは新しい方がちょっと軽いかも。なんかタンクが左右にありますね。これが電源だ。右が清水タンク、こっちが回収タンクで、今まではこの水の清水タンクっていうのがこれだったのかな。このレバーのとこについてるやつ、それがこっちになったのだとしたらかなりすっきりしない？ノズル、ちょっとなんか変わってるわ。こっちの方が良くなってるよ、やっぱり。ホルダーだね。すごいシンプル。前まではこれだったんです。めちゃめちゃでかかったんですが、タンクがこっちになったのですごい扱いやすくなったんじゃないかな。で、僕ね、ここのことも言ってたんですよ。この部分が吸う時にこうちょっと押し付けながらこうザーっていくんですよ。これがなんかね、引っかかる感じがしてて、カバー何でもいいからしてもらいたいなみたいな話してたんですけど、こちらちょっと角度がつきましたね。こっちはこうまっすぐじゃないですか。ここに角度がついてるんですよ。ちょっと斜めになってる。で、このブラシ、これがちょっと硬めのビニール系のブラシなんですよ。で、こっちはもっと質が良くなってますよね。で、吸うところ、ここですね。この幅も大きくなってます。ここのね、なんかバリではないんだけど、これがちょっと引っかかってたんですよ。けどこれ滑らかになってる。ちょっと R がついてる。この辺ね、ちょっと使いやすくなってると思う。まあいろいろ改良されてますね。そしたらまず清水タンクっていうタンクにちょっと水を入れていきます。入りました。ここには水またはアルカリイオン水以外は入れないでくださいって書いてます。 OK、 これでセッティング完了だね。あと電源を入れて、このレバーを押せば水も自動に出てくる。で、吸えるってことだと思います。 RNS300 の方はレバーをこうやることによってスプレーみたいな感じで出てくるんです。これがね、毎回ちょっと面倒くさかったので楽しみですね。使ってみましょう。はい、そしたら外にやってきました。で、右が RNS300 で、左が RNS-P10W ですね。そしたら一回ちょっと電源入れてみようと思います。電源ボタンここにあります。うるさい、うるさい。ちょっとレバーを押します。わかるかな。めちゃめちゃ勢いがいいわけではないですが、このレバーを押すだけで自動で水が出てくれますね。これはありがたい。
で RNS300 の方は先ほども説明しましたが、このレバーをこうシュッシュやるんですよ。これがね5回ぐらいしかやってないんだけど、もうちょっと疲れてるぐらい、これもう何回もやるってなるとちょっときついな。しかもヘッドが上の状態だと出ないんですよ。水がちょっと減ってくるとね、こう下に向けないと出ないので、垂直の面とかもこれはやりづらい。でこっちは、垂直でも出ますね。吸引力比べてみようかな。RNS-P10W の方が強いかな。でヘッドもこれだけ大きさ違うので、細かい部分とかもこっちの方がやりやすいんじゃないのかなと僕は思います。そしたら一回ちょっと使ってみますか。はい、そしたらガヤさんの軽自動車、この間ちょっと内装をね綺麗にしたので、シートの方ちょっとやっていこうかなと思います。でリンサーはあそこに今置いてあります。小さいのでああいう風に置けるんですよ。で重曹スプレーがあるので、水で希釈したものね、これでちょっとやっていきます。ここに回収タンクがあるんですが、これが泡でいっぱいになっちゃうとダメなので、泡立ちやすい食器用洗剤とかだと泡がブクブクなってこの満水を余裕で超えてっちゃうので、できるだけ泡立たないやつがいいということですね。ちょっとやっていきますね。いきます。滑りいいわ。今のところ結構使いやすいけど、ちょっと重曹じゃなくてルークリーやっちゃおっか。ちょっとルークリーをかけて、そんでもってちょっと水をかけながらいきますね。ちょっとゴシゴシしつつ、いい感じ。やっぱり自動いいね。洗剤だったり重曹とかもそうなんだけど、かけた時にしっかり吸いたいんですよ。その時にやっぱりちょっと水をかけないとしっかり吸えないんですよね。やっぱり洗剤がついたところを薄めながらやるってなると水が必要になってきて、で前のその RNS300 だとやっぱ手が疲れちゃうんです。だからここ変わっただけでも全然違うし、あとすごいコンパクトになったので扱いやすい。そしたらちょっとこの辺行ってみますか。水をかけて、ちょっとルークリーかけて、こいつにもブラシはついてるんですよ。今日ちょっと扱いづらいので別のブラシでちょっとこすってあげる。あんまやると泡がすごくなっちゃうんで、こんなやらずにこんな感じかな。であとはここで吸っていく。うわきつかな。舌がボコボコしてるからちょっとやりづらい。手で何も見えない。いい感じ。ちょっと運転席側のシートもやってみようと思います。やっぱりねこの自動になったのはめちゃめちゃいいですよ。あとはホースがもう 1m 長ければいいなとはちょっと思うけど、そうすると吸う力が弱くなっちゃうのかな。このやり方が正しいわけではないと思います。僕はなんかこっちの方がなんか汚れが落ちるような印象がある。なんかガムみたいなのくっついてる。落ちないねこれは。あんまやるとモケットに良くないかもしれないけど、結構綺麗になりました。あとはこれもうかけながら。だいぶ綺麗になったけど、ちょっとねモケットが浮いちゃってるっていうかふさふさになっちゃったね。けどそんな気になる感じではない。さっきのなんかガムみたいなやつよりかは全然マシですね。こいついいですよ、扱いやすい。吸引力も前よりアップしてんじゃないのかな。結構吸うイメージ。あと最後にちょっと天井やりますか。ガヤさん張り替えるって言ってたんだけども、
試験的にこの辺とかね結構汚れているので、ちょっと天井をやってみようと思います。あ、これ垂れるな。作ったな。あとは吸うだけ。ちょっとホースが短いな、やっぱり。うわ、汚ね。これ重曹は入ってないやつです。ちょっと泡立ちすぎちゃったからこれで吸っていきます。カーペット用だから天井はちょっと大変だね、やっぱり。完全にはね乾かないです。これが元の色ですよ。相当汚れていたんだなといった感じですね。なんかもうここだけやるともうここだけ目立っちゃうよね。だから結構根気は必要です。これ他のやつもそうだと思うんですが、こう水を出した時に上向きだと垂れちゃうので、その辺は使いづらいかもしれないけど、今日まあ綺麗になりますね。素晴らしい。この辺も行ってみますか。天井は泡がすごかったのでルークリーじゃなく重曹でいきますか。軽く。あとは吸う。こんな感じですね。ちょっと若干湿ってるけど、まあ、泡がない分やりやすいな、重曹だけど僕的にはルークリーかな、やっぱ。でこの時に給水タンクなんですが、ここが泡でボコボコなってたらダメです。で今ルークリー使ってますが、そんな泡があるっていうわけではないので、このままちょっとルークリーでいきます。この辺とかねすごい汚いから重点的にいきたいですね。ダマボディにつかないようにした方がいいです。この辺一体やって、で水をちょっとつけてあげないと泡吸わないので、つけてあげて吸います。こんな感じです。綺麗になった。ここ一帯全然違うんですよ。面白いね。ここに線あったんですよ。それもなくなりました。その前にやってたのがあそこです。ちょっと遠くから見ると綺麗になってるのがよくわかりますね。まあ天井もそうなんですが、汚れてないように見えて汚れているんですよ。で今さっきやったのがこの角ですね。この辺です。ごく一部。これを全体的に全部屋根やるってなったら1時間以上は普通にかかっちゃいますね。あそこね気になるよね。左の方この辺汚れてないですか。ここだけちょっと最後やりたいな。もういいとやりたくなっちゃうんだよね。特に屋根に洗剤とかをかけるときは、僕今してないんだけどマスクとかをした方がいいです。てかまあ掃除するときはねマスクした方がいいかも。やっぱね滑り良くなったな。これ前のはね結構ねガーってなんかギギギギギっていう感じがあったんですよ。それがね改善されてる。でこう水をかけてちょっと泡が出るときはまだ泡が残っているので、ちょっと水をかけながらどんどん薄めてってください。ケルヒャーの時もそうだったんですが、上向きだと結構ビチャビチャ垂れるので、下何か引くかこういうスプレーボトルに水を入れて拭いてから吸ってあげる。その方がいいですね。まあざっとこんな感じですかね。若干湿ってるけど、これはもう仕方ないですね。完全に乾くまで吸うってことはリンサー系どれ使っても難しいです。いいんじゃないですか。普通に使いやすくなってます。そしたら最後に回収タンクの中見てみますか。うわやば、これです。まだ満水にはなってないけど泡が結構満水付近まで来てるので、これぐらいになったらもう止めて捨てた方がいいですね。そしたらバケツに捨てますか。いきます。うわ来たね。終わりです。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はこちらアイリスオーヤマのリンサークリーナー RNS-P10W を使ってみました。使ってみた感想を言いますとめちゃめちゃいい。
1年前に使った RNS300 の時に思った気になったこと全て解消されていました。なんなら僕が気になるなって思ったところよりさらにね上を行っていた。でまず1つ目はこの水を出すところね。これが RNS300 はレバーみたいのを押すことで手動で出すんだけども、このボタンを押すと出続けてくれる。これがねめちゃめちゃ楽です。けど勘違いしてもらいたくないのが、高圧洗浄機みたいなそういう威力ではないです。やっぱり洗剤とかを使った時にちょっと残るんですよ。それをこの水で薄めながら使いたいんですよ。ってなった時にずっとね押し続けないといけないっていうのは本当疲れちゃうっていうのがあったので、めちゃめちゃ良くなりました。あとここね、給水タンクがここじゃなくなったっていうのもめちゃめちゃありがたいね。すごいスマートになって、僕が今まで使ったヴィッセル、ケルヒャ、それとアイリスオーヤマの RNS300、この3つの中でも一番僕的にはね使い勝手が良かったかな。結構ね吸いづらい時とかもあったんですよ。ちょっと湾曲してるところとかね。けどそんなね気になんなかった。なんか吸えないなっていう感じはなかったです。で価格帯が1万5000円でしょ。5000円アップでここまでグレードアップしてるならめちゃめちゃいいな。これほんと正直。あとね気になる部分はちょっとねやっぱホースが別売りとかでもいいんだけど、もう 1m 長ければ天井とかやりやすいな。そもそも車用じゃないのであれなんですが、車はねある程度置く場所とかが限られてきたりするので、ちょっともうちょっと長ければ使いやすかったのになっていうのは若干ありますけど、全然十分ですね。けどそのリンサーね、今回ガヤさんの車借りたんだけども、ああいう風にもう全体的に汚れてるっていう時はリンサーいいんだけど、ちょっと汚れちゃったなっていうぐらいでこれを買うのは僕はもったいない気がする。だからその中古車とか使う機会がどれだけあるかっていうのを一旦考えてもらいたい。面白いですよ。めちゃめちゃ面白いし、汚れも落ちるんだけど、一旦落ち着こうっていうのはこれ言っておきたい。声を大にしてね。で落ち着いた上でいらないを判断してもらいたいなと僕は思います。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。